ルズホテルに泊まらずしてシンガポールの旅は終われない。昔からそんな風に言われてきた憧れの白亜の洋館ラッフルズホテルに宿泊してきました。贅沢なホテルでの宿泊は今回が初めてです。この日をすごく楽しみにしていました。1887年に開業し、シンガポールの歴史的建造物にも指定されている長い歴史のあるホテル。白いターバンとその衣装がなんとも素敵なドアマンが出迎えてくれる赤い絨毯の敷かれたこのメインエントランスは、基本的にレストランを含むホテル利用客だけが中へと入ることができます。3階まで吹き抜けのメインロビー。ゴージャスの中にも品のある大きなシャンデリアが主役です。ホテルで一番古い家具だという大きな古時計があり、15分ごとに時を知らせてくれています。全員インド人に見えてしまうターバン頭のドアマンも素敵ですけど、真っ白な大理石の廊下を颯爽と歩く後ろ姿が美しい女性スタッフの白いフレアワンピースも印象的でした。4分の1はガーデンという緑豊かな敷地内には自由にくつろげるスポットがあちこちにあって、延々と続く白い廊下や芝生の広場など、広すぎて迷子になりそうな感覚さえも楽しいです。ゆったりとした時の流れはまるで別世界に入り込んだかのようでした。バトラーさんに案内してもらい、いざお部屋へ。このホテルは全室がスイートルームということで、廊下に沿って並ぶドアからお部屋に入ると、そこがリビングスペースになっています。このダークな木の色が特徴的なクラシックとモダンがミックスされているインテリア、すごく好きな感じ。テーブルにはウェルカムフルーツとホテルオリジナルのパイナップルタルトが置いてあります。美味しいです。可愛いドアと木枠の窓で仕切ることができる奥のお部屋が広くて天井も高いベッドルーム。クローゼットも十分な大きさです。そしてこれはドライヤーが収納されているドレッサー。鏡にライトもついていて優れものです。そしてさらにその奥がめっちゃくちゃ素敵なバスルーム。自然光の差す明るい空間の真ん中にバスタブ。可愛すぎる床もシャワールームも総大理石でテンション上がります。自分がこんなに石好きだったとは知らなかったけど。バスタブの左側の扉がシャワールーム、右側の扉がこちらのおトイレ。窓ガラスもいちいち可愛いの。バスルームなのについつい長居をしてしまう、そんな美しい空間です。素敵。革のボックスを開けるとミニバーになっていてちょっとワクワク。お茶類はシンガポールの紅茶ブランドクリッパーのもの。コーヒーはネスプレッソです。一瞬オーツミルクに見えたのは紙のパックに入ったシンガポールのスプリングウォーター、お水でした。グラメラカ&パンダン味のナッツ、なんじゃそりゃですよね。グラメラカはパームシュガー、パンダンは甘い香りが特徴の東南アジアのハーブ、オンデーというこちらのお菓子の味かな。今回は母のお誕生日ということで、こんな可愛いおもてなしが。お部屋に入るとまず最初に目に飛び込んでくるのがこれ。嬉しいですよね。イエーイ。
シンガポールスリングで乾杯。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ローズとラズベリーのケーキ美味しかったです。お部屋でゆっくりケーキとコーヒーを楽しんでひとしきり感動して盛り上がったら、インスタグラムで見て以来気になっていたホテルのアーケードにあるガレットのお店へ行ってみることに。ギャザーというおしゃれなお店、一角には雑貨などが並ぶコーナーもありました。ガレットの他にもサラダやサンドイッチ、スイーツなどもあります。焦がしキャラメルのクレープとかリンゴのガレットとか魅力だったのだけど、カリッと焼かれた甘くないガレットが気分だったので、今回は卵とチーズとベーコンのオフザボーンといろいろキノコのソテーのマッシュルームをオーダーしました。この辺りはショッピングモールなどもすぐ近くにあるので、足休めのお茶スポットとしてもおすすめです。美味しいラテもいただけます。フォートカニングパークというところに来ています。丘の上で周りミュージアムがいっぱいあるんですけれども、フォートカニングパーク、前知識ゼロで来てみたら緑生い茂るその雄大さにびっくり。長い歴史のある小高い丘の上の公園で、シンガポール国立博物館やプラナカンミュージアムもすぐ近くにありました。半日ほどかけてアートや自然にゆっくり触れるなんていうのも良さそうですよ。緑がいっぱい。とにかく美しく整備されていて、本当に気持ちがよく、リラックス効果もバッチリでした。公園の中にあるル・ジャルダンというレストランで食事をしたかったのですが、残念なことにこの日はパーティーのためクローズ。今は公園散策よりもお腹を満たしたいということで、この後最短距離で公園内を突っ切って次の場所へと移動しました。白く美しい教会の立つ一角、チャイムスに到着です。クレイジー・リッチ・エイジアの結婚式のシーンを撮ったところだそうです。ここはもともと1854年に建てられた女子修道院。今はレストランなどが入る複合施設になっています。ラッフルズホテルからも歩いて行けます。汁気のあるのが特徴的なホッケンミースペシャル、厚揚げとお野菜のグツグツ煮込み、そして美味しいと評判のブラックアンガスリブアイステーキ登場。とっても美味しかったです。日本からネットで予約しておいた母のバースデーケーキもピックアップ。秋限定の美味しいモンブランで今月何度目かのお祝い。 To you おめでとう。おはようございます。あっという間に最終日の今日ものんびり過ごしたいと思います。朝スコールすごい激しいのがありましたけれども、お天気は晴れです。ラッフルズホテルの分厚いベッドは寝心地も最高でした。目が覚めればお楽しみの朝ごはん。ロビー奥のティフィンルームで朝食がいただけます。飲み物と温かいお食事は QR コードを使ってオーダー。フレッシュジュースやフルーツ、サラダ、前菜系、パン類はビュッフェスタイルでとのこと。彩り豊かで手の込んだ美味しそうなお料理がずらーっと並ぶカウンターは、私の今まで体験した中でナンバーワンの朝食に輝くこととなりました。せっかくなのでミーゴレン、食べてみたかったナシレマ、大好きなヤムチャセットも、明らかにやりすぎ感漂う私のオーダーです。定番のオムレツとフレンチトーストもこんな感じでビューティフル。
朝から大興奮でしたが、一日をこんなにも満たされた気持ちで始められることに感謝もいっぱい。ご機嫌です。お腹も危険なくらい満たされました。ちなみにホテルのチェックアウトは4時です。また一つここに帰ってきたいと思うホテルができました。帰りもシンガポール航空で、なんだかずーっと食べ続けている動画みたいになってごめんなさい。シンガポール発の便ではローカルフードメニューが選べるので、母はバクチョウミーという太麺をチョイス。旅を振り返りながらその土地のお料理が食べられるなんて嬉しいかも。私はパンプキンのバックウィートのパンケーキを頼みました。アップルジュースとジンジャーエールとソーダのミックスでオリジナルドリンクもいただいてみました。70代の母と行くシンガポール旅行、最後まで見てくださってありがとうございます。振り返ってみると食い倒れツアーのようでもありますが、一緒に食べて笑って同じ景色を並んで見れるということに感謝しています。ありがとう。